済んだもんなのだ。今日はヨーロッパの東側にある国、ブルガリアをテーマにお届けするのだ。この動画では、全部で3つのニュースを紹介するのだけど、一番の一押しは3つ目のニュース。ブルガリアとユーロ、硬貨を換金するという話題なのだ。ブルガリアは2026年1月1日から今まで使ってきたレフに代わってユーロを導入するのだ。1月の間はレフとユーロが一緒に使えるけれど、2月1日からはユーロだけが正式なお金になるのだ。レフの効果をどうするかはとっても大事なポイントで、2026年1月1日から6月30日までなら、国内のすべての少量銀行で、お客さんじゃなくても手数料なしでレフ効果をユーロに変えられるのだ。銀行がない地域では郵便局も対応してくれるのだ。その後は、両替に手数料がかかったり、サービス自体が終わってしまう可能性もあるから注意が必要なのだ。でも、ブルガリア国立銀行なら、レフ効果も紙幣も、公式レートで無期限にユーロへ交換してくれる、安全で確実な選択肢なのだ。さらに、お店では50枚を超える硬貨での支払いは断ることができるという決まりもあるのだ。というわけで、この動画ではブルガリアに関する3つのニュースを見ながら、ユーロ導入で暮らしがどう変わるのかも一緒にチェックしていくのだ。ブルガリアはバルカン半島東部で黒海に面し、首都はソフィアなのだ。古代トラキアやローマ、オスマン支配を経て1878年に独立し、現在は議会制共和制の EU 加盟国なのだ。人口はおよそ650万人で少子化と移民による減少が課題なのだ。農業や観光、ワインやローズオイル、IT 外注が主要産業で、民族音楽やキリル文字のゆかりがあるのだ。最近はユーロ導入や司法、エネルギー改革が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ブルガリア大統領、新年後に最初の組閣権を交付へ、という記事なのだ。ブルガリアのラデフ大統領は、2025年12月のゼリヤズコフ内閣の辞任と大規模抗議デモを受けて、来年1月1日以降に新政権樹立の最初の任命権を与えると発表したのだ。選挙会派との協議の結果、第51国会への信頼は失われ、新政権樹立は困難で、2026年初めに再び総選挙になる見通しなのだ。任命権は最大会派 GERB、UDF、次に WCC、EB へ渡り、それでも失敗すれば大統領が暫定内閣を任命し選挙日を決めるのだ。ラデフ氏と野党 WCC、EB は不正防止のため、紙ではなく 100% 投票機による選挙を求めているのだ。二つ目のニュースなのだ。EU、ウクライナに900億ユーロの貸付を提供へ、2026年と2026年分、という記事なのだ。EU 首脳会議が12月18、19日に開かれ、欧州理事会は2026年と2027年向けに、ウクライナへ総額900億ユーロの融資を行うことで合意したのだ。この資金は EU 予算を裏付けに市場から借り入れる形で調達されるのだ。チェコ、ハンガリー、スロバキアは財政負担から除外される特例を受ける一方、ブルガリアなどは共通の財政保障に参加するのだ。返済は、ロシアが侵略戦争による損害賠償を支払った後にのみ行われ、EU は凍結中のロシア資産を返済に充てる権利を留保しているのだ。融資はウクライナと欧州の防衛産業強化、法の支配と反腐敗の継続を支える狙いなのだ。3つ目のニュースなのだ。ブルガリアとユーロ、硬貨を換金するという記事なのだ。ブルガリアは2026年1月1日からユーロを導入し、1月中はレフとユーロが併用できるけれど、2月1日からはユーロだけが法定通貨になるのだ。レフ効果をどうするかが問題なのだ。法律では、2026年1月1日から6月30日まで、すべての少量銀行が手数料なしでレフ効果をユーロに両替し、利用者はその銀行の顧客でなくても良いのだ。
郵便局も銀行がない地域で対応するのだ。その後は手数料やサービス終了の可能性があるのだ。ブルガリア国立銀行なら公式レートでレフ硬貨と紙幣を無期限でユーロに交換してくれる安全な選択肢なのだ。店では50枚を超える硬貨での支払いを拒否できる決まりもあるのだ。済んだもん。政治の揺れやユーロ導入、EU 支援で変わるブルガリア、これからも注目して見守るなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。